オスウィークリードラゴンボールニュースの時間です。今回は5月9日悟空の日を記念して本サイト内で行った悟空ベスト投票の結果発表を行っていきます。選ばれしトップ10のランキングを豊太郎先生と見ていきたいと思います。 V チャンプでドラゴンボールスーパーを連載している豊太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて悟空ベストバウト投票についてご説明します。その名の通り悟空のベストバウトを決める投票企画です。ライバルや強敵はもちろん、悟空が攻撃したとみなされるものは無機物もラインナップされています。合計165戦の中から1位に選ばれたバトルは商品化します。ではランキングを発表する前に豊太郎先生のベストバウトを誰との戦いか教えてください。はい、どの戦いももちろん全部大好きで、1位を選ぶというのはなかなか難しかったんですけども、ちょっとこの先のランキングもいろいろ見させてもらってちょっとそこに入ってなかったので、ちょっとこれは紹介しておかなきゃまずいなと思ったので、一番最後の、原作の方の最後のバトルで悟空 VS 魔人ブーの一番最後のバトルをやっぱり、語らずにはいられないかなと思いまして。あれ熱かったっすよね。そうですね、はい、マジでどう勝つかわからないっていうか、あと多分他の試合は1対1の戦いだったと思うんですけども、これに関しては悟空とその他全員と魔人ブーの戦いっていう感じだったので、熱さは熱いですし、最終決戦らしく全てを出し切って魔人ブーに勝つっていう戦いだったので、やっぱり僕的にやっぱ熱いなと。はい、なんかドラゴンボール全巻が出てる感じしますよね。そうですね、はい、本当に人造人間もパワーを送ってるし、ナメック星人もパワーを送ってるしっていう。そうですね。で今までのかっちゃんもいましたもんね。そう、そこを意識して先生も全部こう入れてきたんだろうなっていう、これが最後だよっていう意思表示みたいなところもありましたね。でちなみにめちゃめちゃ熱いバトルだったんですけど、今回のベストバウトではベスト10には入らず、なんと12位です。惜しいですね。惜しい。なんで12位なんでしょうか。でも他にもいいのあるからしょうがないですよね。いやそうですね。だって今スーパーもありますからね。そうですね。はい。さらに広がってるっていうところだと思います。はい。165戦ですもんね。いやそうなんですよ。めちゃくちゃあるんですよ。12位にもなってしまうかなっていう感じですね。だからね、いい戦いが本当に多いんで、トップ10も納得のランキングとなっております。では結果発表に移ります。本投票は世界中から合計21,272件の投票をいただきました。ご参加いただきありがとうございました。選ばれしベストバウト10位から4位までを一気に発表していきます。第10位、悟空が身勝手の極意を発動した自連戦。第9位、じいちゃんの孫悟飯戦。第8位、ご飯と共闘したセル戦。第7位、魔人ベジータ戦。第6位、ドラゴンボールスーパーの孫悟飯戦。第5位、悟空が海洋圏で挑んだベジータ戦。第4位、モロの最終戦。やはり人気のバトルがラインナップされてますけど、どう思います？はい、そうですね。すごい大好きなバトルがいっぱい入っていて納得のランキングだと思います。いやそうですよね。結構スーパーからも結構そうですね。それが非常に嬉しいです。しかも4位のモロの最終戦は英語圏だと2位らしいんですよ。わあ、これは非常に嬉しいです。すごいっすよね。全部原作も含めた最初からのやつ全部で2位っていうのは非常にありがたいランキングです。なんですか、やっぱデザインとかですかね。そうですね。僕一番最初のオリジナル自分が考えさせてもらったやつだったんで、自分が書きたいものを直球で書いてったお話ではあったんですよ。その自連戦が終わった後はアニメがなくなって、で自分と鳥山先生で作ってった話だったんで、今までやりたいって思ってたバトルを最終的にこうしようっていうので作ってった話だったんで、勝ち負けもすごく分かりやすいですし、悟空も分かりやすく変身してパワーアップして、今まで倒せなかったやつを倒すっていうドラゴンボールの王道的なストーリーを直球で書かせてもらえたので、自分的にも非常に満足している戦いだったので、こうやってランキングできると非常に嬉しいです。しかも身勝手対身勝手っていう、そうですね、ラストバトルまたいいですよね。そうですね、はい、本当に自分でもうまく盛り上げられたかなと思ってるんで、嬉しいです。実は最強ジャンプでスーパードラゴンボールヒーローズメテオミッションを連載中の永山義孝先生にもベストバウトをお伺いしてきました。永山先生が選んだバトルは9位の孫悟飯戦です。いただいたコメントを読んでいきます。今回選ばれた中で僕の一番好きなバトルは
孫悟飯戦です。占いババの試練で一人ずつ敵を倒して済むというワクワクの最後の相手が謎であり強敵の雰囲気を醸し出す人物だという展開にハラハラドキドキしました。僕は伏線や先読みが苦手な方で勘も悪いので、仮面の戦士に対して亀仙人様と比較似てるなくらいにしか思ってなかったと思います。お面の正体が悟空のおじいちゃんだと分かった時には「おおじいちゃん!」とド直球な驚きでした。あとお面が可愛いとのことです。どうですかね。いいですね。最初の初期の感じが残ってて、辺の、コミカルな感じも含めつつ、でも感動もあって、いろんなのが詰まったバトルで良かったですよね。いやそうですよね。いいと思います。さすがですね、永山先生。さすがです。永山先生が選びそうな、そうですね。可愛い優しいバトルでしたね。はい。で他の作家さんにも、ベストバウトを伺ってますので、この後の発表の中で公開します。それではいよいよランキング3位からの発表です。第3位は全盛期の姿のピッコロ大魔王戦です。いやすごい来ましたよね。ピッコロ大魔王がドラゴンボールで若返った頃から悟空がピッコロ大魔王を貫いて勝利するまでの戦いですね。いや来ましたよ、熱いバトル。いいですね。やっぱりあれはね、熱いバトルでしたね。そうですね。ちょっとね悲しいですけど、クリリンが死んでからのそうですね、因縁がついにあそこに貫くことですね。お腹貫くのはやっぱりねすごいですよね。穴の中からこうね先が見えるみたいな演出とかってあんな構図見たことないなって思いました。構図確かになんかすごい漫画家っぽい。そうですね。確かにそうですね。はい。お腹の中から向こうの景色を見せるなんて、そんなことよく思いついたと思いますけどね。いや確かに気持ちいいですもんね。そうですね。勝ったっての分かるし、しかもなんかストーリー的にも悟空があそこまでブチ切れて戦うってなかなかなかったんで、ちょっとやっぱ男としては上がった感じありますもんね、悟空も。いやこれ3位納得ですね。納得です。はい。続いて2位の発表です。第2位はフリーザ戦です。来ましたよ。文句なしのランクインだと思います。最強ジャンプでスーパードラゴンボールヒーローズアバターズを連載中の笠井裕二先生、 YouTube の最強ジャンプチャンネルドラゴンボール3を連載中の大石直先生もフリーザ戦がベストバウトでした。お二人からもコメントをもらっているので読んでいきたいと思います。まずは笠井裕二先生です。僕が小学生の頃ジャンプを買い始めた時の展開がフリーザ編でした。毎週興奮しながら読んでいて、フリーザの強さに生まれて初めて心の底から震え上がりました。恐ろしさと絶望に涙すら流したのも初めてのことだったと思います。やっぱりスーパーサイズになった時の衝撃は凄まじかったですし、フリーザ最終形態のデザインは本当に素晴らしいと思います。クリリンのことかやバカ野郎は今でも日常でよく真似したりするので、僕にとってフリーザ戦は絶対に外せないです。では続いて大石先生のコメントです。私の悟空ベストバウトはフリーザ戦です。当時小学生だった私や同級生の友達たちはリアルタイムで悟空早く来てくれとなってしまっていたくらい、ナメック星でのバトルが衝撃すぎて、フリーザを初めて見た時はちっちゃくて唇が紫色で、でも言葉遣いが丁寧で、隣にいる2人のが強そうという印象だったのに、話が進んでいくごとに怖すぎと変わっていきました。気づきは友達の誰ももうフリーザと呼び捨てにする子はいませんでした。フリーザ様です。さすがの悟空でも今回やばいかもとなるたびにさらに強くなる悟空と、それをさらに第3第4の変身で超えてくるフリーザ様、もう本当に毎週毎週めちゃくちゃになってました、当時のキッズは。そして極めつけに悟空のスーパーサイジン化です。はちゃめちゃどころじゃないです。あの時の衝撃が令和に起きていたらどうなるんだろうと時々無双するくらいです。戦いの終わり方も衝撃的でした。こう終わるか。いやはや何度読み返してもすごいバトルです。私の中のナンバーワンはお前だというすごい熱いコメントをいただきました。皆さんやっぱ好きなんですね、フリーザ戦はね。まああれはもう1位何かって言われたらもうすぐ言っちゃうのがフリーザ戦かもしれないですね。そうですね、はい、わかります、すごい気持ちは。笠井先生、大石先生、ありがとうございました。ではお待たせしました、気になる1位の発表です。第1位はジャッキー・チュン戦です。結構意外な結果ですけどね。そうですね。第21回天下一武道会の指定対決ですね。1位に選ばれたこちらのバトルについては発売中の V ジャンプ10月特大号に豊寺先生の書き下ろしイラストを掲載しています。こちらです。めちゃめちゃかっこいい。
これはかなり気合入って絵描かれたんじゃないですか？はい、気合い入れて描かせてもらいました。特にジャッキー・チューンは描いたことがなかったので、描きたいキャラではあったので、すごく楽しく描けました。昔はおじいちゃんとかってつかみどころがなくておじいちゃんキャラの描き方って難しいなって思ってたんですけども、やっぱりおじいちゃんはやっぱシワとかがいっぱいあってすごく味を出しやすいというか、深みをこうつけていけるので、なんかすごくジャッキー・チューン描いてて楽しかったですね。あ、そうなんですか。はい、あとやっぱおじいちゃんなのにすごいこう構えにこう筋が通ってて、できっとものすごくカンフーの動きがキレッキレなんだろうなっていう雰囲気を出したかったので、こう深く構えてる感じで描けたので楽しかったです。達人感がすごい出てましたね。達人感を出しました。ではちょっとジャッキー・チューン戦を振り返っていきたいと思います。いや、これ初めての天下一武道会いきなし決勝ですもんね、僕も。そうですよね。やっぱ構えがねちゃんとかっこいいんですよね。この水拳の直前の構えを実はこのイラストはこれ水拳の直前のこの構えを参考に僕はイラストを描きました。なんでいろんなこう構えがあって、あと技がすごく多彩じゃないですか。水拳もそうですし、よいこ民拳もそうですし、バンコクびっくりショーもそうですけど、もう技の達人感がものすごくあって、年の功というか本当にいろんな数々の戦線をくぐり抜けてきていろんな技を身につけた達人っていう感じがして、それに対するこう才能だけでこう戦う悟空みたいな、技ではなくてもう天然のこの持ってる力だけで太刀打ちしていくっていう、それでトントンぐらいまでいっちゃうみたいな、そこはワクワクしましたよね。しかも1位になった戦いが意外と悟空が負けてるっていうのもなんかまたいいですよね。そうですね、確かに。悟空のその限界はまだもうここから伸びしろを感じるというか、そうですね。いや意外と納得の1位かもしれないですね。はい。Z の方じゃなくてこっちの無印の方から入るっていうのはなかなかびっくりしましたけど、でも確かにバトルとしてはめちゃくちゃいろんな要素が入ってて、本当に面白いバトルだったんで、確かに1位だなっていう感じもします。はい、ありがとうございます。今回発表した1位のジャッキー・チューン戦については商品化を進めております。商品の開発・宣伝担当の方にもベストバウトを聞いてみました。こちらをご覧ください。今回発表になった商品化の一覧なんですが、気になるものありましたか？いやどれも楽しみなんですけども、シールウェアハウスなんてどんな風なイラストになるのか、いつもSD にしてもらってすごく可愛く作ってるんで、どんな風なイラストでできるのか楽しみですね。確かに毎回イラストいいですからね。今回もドラゴンボール愛にあふれる皆さんに開発も進めていただきます。詳細は今後の本サイトで紹介していきますのでお楽しみに。はい、では豊田先生もここまでお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。モロ戦が入ってたりとかすごく自分的にも嬉しいランキングだったんですけども、これからもこうやって皆さんに好きになってもらえるようなバトルをたくさん生み出せていけるように、頑張っていきたいと思ってますので今後もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、今回は投票トップ10まで発表しましたが、本サイトの中で100位までを紹介していますのでぜひそちらもチェックしてみてください。では今週はここまでです。さようなら。